や今回はこれまた珍しいゴルフ8ですよね。8ですね。8のバリアントを、はい、さらに R ということで、はい、これまためちゃくちゃ希少で、なんと新車はもう700万ぐらいする車なんですけど。そうですね、しますね。いやもうついにバリアントも700万ですか。ゴルフの値段じゃないですね。そうですね。なんかまだ500万から600万ぐらいのイメージだったんですけど、でもだいぶスタイリッシュになりましたね。結構顔はおとなしめになったかなとは思いますけど、前までちょっとガンダム感が出てきたなって感じがまた柔らかい顔になって、はい、そうですね。これはこれでかっこいいですね。意外と見慣れて8の方でも顔いいかなと思って、最初出た時はなんかと思ったんですけど、ちょっとナマズっぽいようなそうですね感じで、あれ微妙かなと思ったらもう慣れちゃうとこっちがいいなってなっちゃう。はい、で多分これ進化したとしたらやっぱりトルクベクタリングがちゃんと入ったっていうのと、あとエンジンがエボ4 EA888 そうですね、エボ4になって、あと乗られてる身からすると DSG もすごい進化してるという。そうですね。結構7の時にあったシフトの待ちとかなくなって、大げさですけどちょっと PDK に近いかなというフィーリングにはなりましたね。グループ会社ですからね、そこら辺はちょっと頑張って近づけてほしいなってずっと思ってたんで、まああとこれ一応サーキット富士を走られる仕様ということで、これちなみに今何秒ぐらい出るんですか？今アタッカーの人にやってもらって1分59秒235ぐらいは入ってますね。さらに片落ちの Z3 で、ね、そのタイムなんで、そうですね。A052 とか履けば、あとマイナス1秒ぐらいは余裕で、そうですね、上がると思います。で前回 7.5 も乗ってらっしゃったんですよね。7ですね。やっぱそこの1世代2世代かの違いってやっぱ大きいんですか？大きいですね。全然違いますね。7とかで結構このぐらいの馬力もっと出すってなると、もうエンジンが持たないとかタービンが飛ぶとかよくあったんですけども、それが多分多少なりとは改善されたかなとは思います。ただまだ馬力上げてないのでちょっとわからないですけど、ノーマル ECU で2分切れちゃうっていう仕様なんですね。そうですね。全体的にこのヘッドライトがまずかっこいいなと。そうですね。この IQ ライトっていうんですか、これ LED マトリックスのヘッドライトだと思うんですけど、そうですね。はい。めちゃくちゃかっこよくて、これずっと青いラインがね、そうですね。こっちからずっと入っててね、スタイリッシュでかっこよくて、ちょっとゴルフ GT っぽいですね。確かに確かに、これ5とかのやつのね、あとはこれ R のロゴがだいぶ変わって、そうですね、なんか進化しましたね。前まではすごいレーシーな感じでしたけど、柔らかい感じになりましたね。 R ラインチックな感じですよね。あとはこの辺は結構変わってるんですね。開口部が大きくなって。開口部は7の方が大きいんじゃないか説はありますね。そうなんだ、大きいんだ、あっちの方が。もう一台7も R 持ってるんですけど、あっちの方が開口部でかい気がします。へえ、じゃあこの辺はちょっと空力とか、まあね、この辺の流れはすごい綺麗になってるのかなと思うんで、そうですね、そこら辺多少進化したのかなっていうのと、あとボンネットのプレスラインがやっぱりゴルフ系でかっこいいですよね。そうですね。カチッと出てるんでちゃんとかっこいい。まあフロントはね、エアロも何もつけずこの状態だと思うんで、そうですね、正直これでも十分なのかなと。かなり低いんで、アンパネをつけるとかそういう感じですかね。あんまりカナードとかつけちゃうとね、車検とかめんどくさいんで、そうですね。まああとコンセプトがちょっとずつずれていっちゃうのもある。そうですね。どっちかっていうとファミリーユースで使えるような車っていうコンセプトで作ってるので、チャイルドシートも乗っちゃうっていう。そうですね。普段は嫁がコンビニからスーパーとか普通に行くような車なので。なるほど。コンビニから富士スピードウェイまで行ける。はい。だいぶレンジ広い。はい。燃費もいいですし。これでどれぐらい出るんですか？街乗りで自分通勤の30キロ、片道30キロですけど、大体14とか16ぐらい。そんな出るんですか？はい、行ってますね。すごい、エコカーです。勝手に走行可能距離増えていくんで、ガソリン生成されてるのかなと思いますね。ガソリン生成器。はい。そのね、コンビニから富士まで行くために必要なのはやっぱり重要な車庫長と、あとブレーキ。やっぱりどんなに加速しても止まれないと意味がない。そうですね。きちっと止まれることと曲がれることと走れることが重要なので。でこれが JRZ の。そうですね。スリーウェイ。はい。これもなんかいろいろもう7からずっと使えるんですね。そうですね。足回り基本的にいろいろ買う前に測ったら使えること判明してたので、ブラケットとか加工は必要かなと思ったんですけど、それもなくポンで全部ついてしまったので、新品もね、今 JRZ のスリーウェイ、まあ100万は余裕で超えてくるんじゃないかなと思います。そうですね。自分が買った時で125ぐらいしてたので。そうですよね。今買うともうちょっと高いかと思います。まあ円安も進んでると思うんで、多分140とか全然いきそうですよね。でもまあその価値があるのがまあ JRZ と。そうですね。ちょっとそれはぜひ後で体験させてもらって、であとやっぱりこう大事なストップデックのトロフィーの4ポットの CT40
っていうやつをつけてて、355ローターです。355なの、はい、基本的に8アルも355で純正ついてるんですけども、片押し2ポットなのでそこを4ポットにしてより止まれるようにしてあります。なるほど。まあ、純正でも結構今回でかくなってるんでいらないのかなと思ったら、やっぱりさっきと走るんだったらいる。不安だったのでどうしても変えちゃいましたね。はい。あとはこれ珍しいアドバンの RG4 ということで。そうですね。知り合いに譲ってもらいました。これも今絶版なんですか、これはサイズ。どうなんですかね。ちょっと僕はよくわかんないんですよね。ホイールいつも適当に選んでるんでよくわかんないんですよ。いいですね。まあちょうどスペーサー多少入れても。スペーサーはこれ入れないと内側逃げないので。いつも車庫長に干渉しちゃうってやつですね。そうですね。なるほど。もう8になってから7よりか1センチ幅が狭まったせいで。狭まったんだ。はい。内側のクリアランス全くないんですよ。確かにこれボディサイズでいうと1790。そうですね。とかなんでコンパクトですね。ワイド&ローでなんか細長い感じがしますね。今ねこう肥大化してる車の中では珍しいですね。はい。あとやっぱりこのバリアントならではのホイールベースの長さ。そうですね。めちゃくちゃ長いですね。長いですね。やばいなこれ。7よりか10センチかな広がったっていう風に伺ってます。パサートとか A4 アバント、なんかパサート CC みたいな、なんかそののっぺり感というかねありますよね。前の7だとワゴン内なんで後部座席ハッチバックと一緒なのっていう感じはありましたね。なるほどね。これはもう完全にもう後ろすごい乗員のねスペース保護してあるんで、で多分これが確かゴルフより5センチぐらいホイールベースも伸びてるって聞いてたんで、そりゃ動き全然違うだろうなって。富士走る時だとやっぱり感じるのはコアコーラとかがものすごい安定して入れるかな感じはしますね。だいたいゴルフと一緒のねベースプラットフォーム使って後ろを長くしてるのかなってイメージだったんですけど、全然違うんですねこれ。今回はなんか MQB もちょっと変えてきたみたいなんで、であと後ろがこれまたかっこよくなって若干スタイリッシュになったというか。そうですね。LED の IQLED だかなんか。そうですね。IQLED。高そうなライトがついてますね。いやこれは高そうですね。でリアのアンダーレイもねすっごいスタイリッシュで。そうですね。なんかここってなんか取ってあります？そこは切りました。切った。やっぱり真実の穴が開いてないと嫌なので。なるほどね。はい。あとはマフラーは基本的に純正のリアの太鼓の中身を取ってます。これ純正加工なんだ。だからパッと見わかんないですよね。そうですね。音っていうよりかはちょっとでも抜けが良くなればいいかなと思って取りました。これ一応コンフォートとスポーツとレースがあるんですかね。そうですね。はい。でちょっとアイドリングだけ吹かさなくていいんで、コンフォートとレースだけやってもらっていいですか。ありがとうございます。結構やっぱりリアピースだけだとジェントルですね。静かですね。7に比べると、やっぱりこの辺はだいぶ排ガス規制とかで、あと騒音規制もねあると思うんで、相当厳しそうですね。 OPF っていうなんか触媒のお友達みたいのがついたせいで静かになっちゃいましたね。なるほど。音とか激しさでいうと7とかの方がそうですね。7とかの方が確かに中間とか取ると結構音するんで、レースモード入れると激しいバブリング音はします。バブリングするんですね。アイドリングだとしないんですけど、タービンが働いてると結構なんかババーンっていう音はします。別に自分はバブリング興味ないので、いらないぐらいの、こんな激しいんだと思って乗ってるんですけども、タービンの羽を回すようにという名目で、確かにそれやってる時にはアンチラグみたいになってるので、7みたいにただ音とかじゃなくて、その時は回転保ってくれてて、次のアクセルにはすごくいいですね。次はいいですね。これちなみにトランクの積載見てもいいですか。はい。やっぱり結局こういう車欲しい人ってファミリーカー兼サーキットみたいな人も多いと思うんで、これは広いっすね。7よりかリアの後部座席が後ろに来た分ちょっと狭くなっちゃった気はします。それでも広いっすね。だいぶ。そうですね。確か660ぐらい乗るって言ってたんだよ。多分席倒せばもうめちゃくちゃ乗っちゃうと思うんで、よく車中泊するんですけども、前の7よりか足伸ばして寝れます。そうなんですね。あとここにね JRZ のユニットがついてて、これ楽っすね。この車内からいじれるようにしてあるから。そうですね。基本的にアームとかにつけて下潜らないといけないんで大変なんですよね。だから結構それが嫌で、ああいうアラゴスタとかあんまり頼まなかったんですよね。そう、アラゴスタとかはね、もうアーム直付けとかになっちゃうんで、結構だるいっす。そうなんですよ。ありがとうございます。あとはもう後部座席、やっぱりいかに奥さんとお子さんにね批判を浴びないかというところが一番大事なんで、嫁も車好きなので、もうじゃあ安心ですね。別にそれはないんですけど、とはいえめちゃくちゃ広いっすよ。よく友達に LS ですかって言われます。いや本当に純正のシートでちょっと圧迫感あると思うんですけど、これもうフルバケにしちゃってるんで、さらに薄くなったおかげで広い。
あとこのシートのねこのステッチもかっこよくて、僕はあんまり好きじゃないです。好きじゃない。なんか青が多すぎて7の方が黒で統一されてて結構良かったんですけども。なるほどね。走りたい人とかシンプルに乗りたい人にはちょっと嫌なんですよね。ちょっと激しいですね。はい。でもこの辺がちょっとずつこうアルカンターラが使われて、ね、そうですね。おしゃれにはなってますね。前後でアンビエントがつくようになりました。それいいですね。はい。エンジンがすっげえ良くなってるって聞いてるんで。そうですね。エンジンは結構いいですね。じゃあちょっと運転席いいですか。はい。運転席が一番気になります。かなりメーターもね変わりましたしね。はい、そうですね。うわ、えぐっ、これ下剥いであるんだ。やば。ガムがついたので捨てました。捨てた。はいよく俺フロアマット全部剥がしちゃうんで、全部切りました。切っちゃったんですかね、これ。やば。いや、いらないんで。どうせ取るし。でもこれやっぱあれですね、消音材めちゃくちゃ入ってますもんね。そうですね、めっちゃ切るの大変でした。いやー、多分これだけ剥がしただけでも純正1600って言ってましたけど、アンダーフロアだけで20キロぐらいはありそうですね、これ。ゆくゆくは全部剥がしてニュール走ってる8の GTI と同じようにしようかなと。なるほど。あとこの辺がちょっと32時代もこんな感じでしたけど。そうですね。でもなんかチャッチーっすよね。まあちょっとねプリント感が若干あるっていうのがちょっと寂しいな。32の方がアルミの脂肪がついてて結構良かったじゃないですか。そうですそうです。ちょっとこの辺はね、まあまあって感じですけど、この辺は結構ポルシェに似たような感じがしますし。そう思いました。それただやっぱりこの辺スカッフブレード R つけてほしかったなっていう。それは思いますね。前ついてましたけど、前ついててここをねなしにするのはちょっと寂しいな。あとシートがこれは SPG2 SPGT2 のワイルドキャット。結構ふかふかですね。これちょっと狭めですよね。あと横は RSG のアルカンターラです。ちょっと高級感は残しつつ。そうですね。嫁助手席乗るので、運転に耐えられないって言われて。なるほど。フルバケ入れろって言われてずっと言われてて。教育されてるんですね。もうね。そういう感じです。ちょっとこれ座ってみていいですか。全然いいですよ。確かに狭めだ結構。そうです。いやでもだいぶかっこよくなりましたよ。電気自動車的にはなって。確かにねグロスブラックの使い方はうまいなっていうのと、ここがポルシェの992みたいな感じにそうですね。なってますね。電動シェーバー。そうですね、電動シェーバーね。こうガシャッとね。こう抜いたらこうビーってできそうな。あとここもアンビエントがね。そうですね。なんかついてて、あと置くだけ充電もついてます。それ結構でかいっすよ。ディスプレイもかっこよくなり、これエンジンかけていいですかこれ。どうぞ。メーターめっちゃかっこよくなりましたね。そうですね。見やすくなったっすね。超見やすいし、ちょっとアウディっぽさも出たりとか。そうですね。これはかっこいいな。めちゃくちゃかっこいいこれ。 R ボタンっていうのを押していただくと、やばい、これ R ってあるんだ。レースモードを選べて M ボタン的なで、そうするとこういうメーターになるんです。めちゃくちゃかっこいい。そしてここもめちゃくちゃかっこいい。昔と変わんないですね、そこはね。でもこのなんか表記が面白いですね。そうですね。なんか最近の車によくあるような縦表記というか横表記というか。でもこれは確かに見やすいっすね。そうですね。それこそ FL5 とかに似たような。あとここもね、これ何なんですか。これはライトのやつですね。クリクリがないんだもん。切り替えがなくてオートかオートじゃないかとウェザーライトみたいのがついてて、それを全部ここで一応いじれるようにしてます。なるほど。すごいな。なんかこれちょっといろいろと進化してますね。やっぱり。そうですね。あとパドルがねこうでかくなったのが一番びっくり。車外のパドルみたいなでかさですね。なんかそれこそコックスとかのね、大きいやつの感じなんですけど。結構クリック感はいいかなとは思います。めちゃくちゃいいです。あとこの辺もねだいぶいじれるようになってますね。タッチパネルですかこれ。タッチパネルです。これで車両のいろいろいじれます。なるほど。こっからいじれるんだ。ただいろいろそこに集約しすぎたせいでちょっと面倒くさいですね。エアコンとかも全部そこなので。ダイヤルでできないんですね。ダイヤルできない。じゃあこれ車内選んでこれちょっと面倒くさいですね。でも確かにでもかっこいいんでこれは。そうですね。じゃあちょっと最後エンジンルーム見ていいですかこれ。まあトルクベクタリンが多分走らないと全くわからないと思うんで。そうですね。だいぶなんかやんちゃなエンジンですね。ハバーもなくなったんですねこれ。ハバーは面倒くさいに取りました。これの土初期はついてなくて、後期はついてるらしい。自分のは後期だったんでついてたんですけど面倒くさいに取りました。いらない。捨てました。これメガライフになっててちょっと軽くなってるんですかねこれ。あと 52GRZ がね。そうですね。これすげえ。これもちゃんと 3D プリンターで作ってあるんですね。友達が作ってくれて、かっこいいかっこいい。前7だと置く場所なくて俺ここ切ってつけてたんですけども、今度から LED になって背面のそっかユニットがちっちゃいんだ。ユニットがちっちゃいんで、それでこの別端をここにつけるようにして。
これじゃあヘッドライトと友締めみたいな。そうです。これ面白い。はい。あとここはもう熱で溶かして穴を開けてる感じなんですね。キャンバー 3.5 度入れるにあたって、上のアッパー全部切り飛ばしてるんで。なるほど。はい。もう乗り潰す勢いですね。そうですね。基本的には自分乗り潰しちゃうんで、年間走行距離3万キロとか乗るんで。結構いきますね。はい。4年乗ったら12万キロ。そうですね。あとこれね、やっぱタービンがだいぶ大きくなってますね。あ、そうですね。へえ。これ純正か。結構大きいですね。結構大きいですね。あとやっぱり熱がねその分ひどいから遮熱もしっかりしますもんね。前よりか遮熱増えてる。かなり増えてますね。これでトルクが何キロぐらいですか？42とかあるんじゃないですか。42ぐらいありそうな。わかんないです。ちょっと俺カタログとかあんまり見ない。まあ馬力は300。はい。320ぐらい。なるほど。じゃあこれはぜひちょっと足とトルクベクタリングとあと合成ちょっと気になるんで。合成は前よりかなんか2、30%上がってるらしいですね。じゃあぜひちょっと乗らせていただいてありがとうございます。この時点でブレーキフィールがめちゃくちゃいいっす。すっげえなんかストロークが気持ちいいですね。これになってからマスターバックレスになったんですよね。そうなんですか？はい。だからだ、めっちゃ気持ちいいこれ。何これ。でも慣れてない人がするとすごい気持ち悪いってよく言われます。そうですね。4C みたいです。4C もマスターバックレスなんですけど。ちょっと動力が必要というか。めちゃくちゃ必要な気がします。これガーンと踏むときに今の車って基本すっげえ効くじゃないですか。初期性能が。これはいいっすね。純正のキャリパの時は回生ブレーキみたいな感じで変だったんですけど、これブレーキ変えたらそういう感じになったんで。これ今 R モードですか？いや今は多分これ普通じゃないかな。そうですね。レースにするとハンドル重くなる。重くなります。結構重いですねこれ。なんだろう、この時点で僕もバリアントの7を一時期一瞬足車で乗ってたんですけど、超絶質感上がってますね。足回りとか変えただけじゃなくてボディ全体というか。そうですね。なんだこれ、結構7みたいにガタガタ感がないというか。全然ないですね。重いけど結構軽快に走る。あとミッション速くなってる。めちゃくちゃ速いんですよ。確かに BDK みたいな。BDK みたいな。言いたいことめっちゃわかります。スパって。別に大げさに言ってるわけじゃなくて、今まで 7.57 乗ってた人がこれに乗り換えたら、まず最初にミッションが気持ちいいっていう。そうですね。こんな違うんだ。違いますね。ダウンがうまい。なるほどね。これはすごいわ。パワーもめちゃくちゃ上がってる。なんだろう、なんか多分トルクバンド上がってますよ。そうですね。なんだこれ、気持ちいい。ミッションがいい。ミッションがいいです。いや、ミッションがとにかくいい。そして温度もね、ここ全部ここで表示されてる。うわー、なんかあとこのタービンの羽の音もね。そうですね。すっごい聞こえますもんね。なんかずっとダイソンみたいな音がしてます。シューでね、永遠になり続ける。純正のエアフィルターの時もっとうるさくて、うるさすぎたんでレーシングラインのパワーフィルター入れたんですよ。なるほど。純正置き換えのやつ。掃除機だね。ダイソンです、ダイソン。早っ。足もいいな。なるほど。JRZ らしいな。伸びがすごいある。そうですね。なるほどね。富士だこれは。富士だ。これレート的にはあんまり煮詰めてないんで、暫定的にこの TCR と同じレートにしてあるんですよこれ。だからフロント10キロでリア14キロぐらいにしてあって。これいいっすね。つくばとかはちょっとレート上げたくなるかもしれない。そうですね。ただアタック出るんでちょっとレートは上げますね。ブレーキ気持ちいいわ。ホイールベース長い。長さ感じる。あと全然 FF 感ない。ないんですよ。何これ。ないんですよ。出口やばいっすね。何がなんだこれ。弱オーバー気味になってる感じがしますね。これ FF じゃないわ。ちゃんとした4駆になりました。全然4駆っすね。昔の7とか 7.5 って嘘つき4駆だったんですよ。これ嘘つきじゃないんで。すげえ。何これ。フロントの限界を迎えるのが遅いから、本当にちゃんとリアも駆動してんだなっていう。そうですね。
あそこ多分全開にしても全然内側がグイって巻いていったんで、そうですね。なんかエボとかインクとかそっち寄りですね。もう本当に AYC とかああいう感じに近いのかもしれないですね。だいぶ近い。やっと学んでくれたがワーゲンって感じしますけどご機嫌ワーゲン前はねちょっとアンダーが強かったんですよ。R でも4区だよって言われてんのにコーナー入るとこれ本当に4区みたいな、大丈夫ですかみたいな車だったのに、全然これそんなの3セクとかサッて曲がっていくから。確かにこれ頭の入りも良さそうですね。いいですよ。入った後もちゃんとこう、ダラダラしたアンダーじゃなさそうな感じがして、ないですね。もう普通に4取りできますもん。できそうですねこれ、この間峠で遊んでたら FD の子がワゴンなのに4取りするんですかこの車って言ってたんでこれすごい。結構運転してて楽にタイムが出ますね。常に後ろを気にしないといけないような車じゃないんで。そうですね。あとこのバブリングもやっぱするんですね。なんか花火が上がってますね。そうだね、パパパパですね。OPF っていう触媒のお友達を取れば、もっとうるさいんじゃないかな。なるほどね。なるほど。やっぱあとハンドルの質感もすごくいいんで、なんならこれでいいかなって。そうですね。でも自分的には手がちっちゃいんでちょっと太すぎて困る。なるほど。ちょっと太い。まあドイツじゃ基本ドイツもそうですね。BM の M スポーツあるじゃないですか。あれと同じような太さな感じがして、ちょっと握りづらいかなと思います。でもここアルカンターラ使わずにこの革っていうのもいいですね。そうですね。すぐツルツルになっちゃうよね、やっぱりね。すげえこのメーターも見やすいし、ここもちょっと BM のね、そうですね。メーターとほぼ一緒ですし、今の G 型とかと同じような感じですよ。なんだろう、やっぱボディがちっちゃくなったっていいっすね。すごくちっちゃく感じる。狭い道でも結構楽かなって感じはしますね。めちゃくちゃ楽。だから奥さんの普段使いとかにも最高っすね。すごいいいですね。だから逆に自分嫁のために買ってあげた3枚ドアの 7R 持ってくんないですね。こっちの方がいい。なんか荷物も乗るし幅もちっちゃいからこっちの方がいいですね。マスターバックレスになってすごく感触は良くなりましたね。ただちょっと玄人向けになりましたね。そうですね。ちゃんと踏まないと。そうなんです。硬い消しゴム踏んでるみたいな。昔の車に近いですね。そうですね。あえてこれを採用してきたんです。今って乗りやすい車ですね。そうですね。あとミッションがやっぱいい。ミッション何回でも言える。ちゃんとこうバツンで繋ぐところもあれば、ここは優しく繋いだ方がいいだろうなってところはちゃんと優しく繋いでるんで。そうですね。普段乗ってる分には本当に普通の車です。飛ばすと表現する車。確かにちょっと良さそう。意外に3000ぐらいのかな。なるほど。エンジンが特にスムーズになりましたね。そうですね。ガラガラ感がないというか、すげえ綺麗に回るというか、昔はちょっともたつきがあったんですけども、それがなくなって2500からパーって綺麗に回ってくんで。ですね。これ3500からこっからもうモリ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 だ。すげえトラクションもすごく上がってるんで、すごい地面をグッとね掴んでる感がすごいある。何これ Z3 とは思えない。そうですね。 Z3 って信用のないタイヤじゃないですか。なんならもうエコダイヤだと思う。確かに。もうただタイヤずっともらった時にこれがついてたんで、もうこれで乗ってますけど、これは JRZ らしいって言われたら JRZ らしいな。街乗りでそんなコツコツしないのがやっぱり JRZ の売りじゃないですか。そうですね。なんだろう、ほんとバネに頼りながらそうですね。ちょっとあって乗り心地がとにかくいいんだよ。ノーマルよりいいんじゃないかと思うぐらい。結構だからその車高を下げても乗り心地変わらないのは JRZ だと思います。ですね。追い越しも楽だな絶対。めちゃくちゃ中間加速がいいので楽に抜けるしすごくいいですね。でももっと尖ったのっていうんだったら多分4号とかの方がいいんでしょう。まあそうですね。ファミリーカー兼サーキットだとこれ結構上位ランクに来るぐらい。そうですね。なんかまとまってるというか、まあ扱いやすい車ではありますよね。めっちゃ扱いやすい。多分初めて乗っても富士2分ちょいぐらいは出るんじゃないかなと思うぐらいで、線が細くないですよね。そうですね。
誰でも乗れそう。懐が深いせいかどういうことしても大丈夫だよって言ってくれるような車ではある。だ前のワゴンに比べると7のバリアントに比べるとものすごい曲がってくれるし速いからちょっとワゴンじゃない感じはします。そうそう、乗ってる感じワゴン感はないですね、後ろ見たらあれ結構長かったみたいな、そうそうなんですよ。すげえ。まあこれは全体的にあれだな、もうこれ多分パワー上げても全然問題ないです。ないですね。400真ん中ぐらいまではもう余裕で耐えらそうなんで、これとかもっとパワーちょうだいって感じの余裕感がすごい、であとミッションもなんかすごい耐久性ありそうなんで、あとやっぱ直進安定性いいな。そうですね。キャンバー切ってこれだもんなキャンバー 3.5 度入っててこれですから。あとステアリングの応答性がゴルフじゃない。そうですね。めっちゃいい、機敏レースモードにしてるからっていうのもあるかもしれないですけど、前のパワーステこんなんじゃなかったですね。もっとたるかったっす。たるかった、なんか大丈夫かこいつみたいな感じだったんですけど、こいつはなんか全然スパスパこうハンドル切ったら反応するぜみたいな感じで、なんかねスポーツカーここめちゃめちゃなんかレーンチェンジもスポーツカーなんで、すげえな。やっぱ最新の車ってやっぱいいな。そうですね。俺最初どうしようかなと思ってたんですけど、ゴルフのパーツね売ってまたなんか買うってなるとちょっときついんで、そうですよ、また一からですよね。だったら今あるもので乗り換えて使えるんだったらその方がいいじゃないですか。めちゃくちゃいい。とにかく質感が、僕も質感はあると思うんですけど、この乗ってる感じはすごい質感あるんで、結構ね分かれるんですよね。なんか嫌いな人はこれ安っちいっていう人もいるし、これねでも外観から見てる方が安っぽいですね。乗ってちゃんとコックピットに座れば、いいじゃんってなる。そうですね。意外と俺そんな内装あんまり気にしないっていうのもあるんですけど、でも全然こっちの方がいい。包まれてる感もあるし、いやでもこのなんか頭の入りって独特だな。なんか本当にワゴンとは思えないよ。そうですね。結構なんか友達慣れてない友達とか乗せると結構気持ち悪いって言われます。そうですよね。こういう感じね、これ四輪ドリフできるわ、FF でこう嫌なアンダーじゃなくて、後ろもちゃんとこうヒュッてこう言ってくれるんですね。そうなんですよ。面白いマジで面白い。これ全然違う車だわ、バリアントって名前は一緒だけど一世代変わるだけでこんな変わるんだ。まあ噂にっていうかモータージャーナリストの話ですけど、ハッチバックよりかワゴンの方がなんかトルクベクタリングの効き変えてるんじゃないかっていうぐらい曲がってるっていう。多分変えないとバランス悪くなりますよね、こういうベースが違うから5センチも。これは多分乗り比べないと分かんないけど、そうハッチバック、まず 8R 自体あんまりないんで分かんないんですけど、いかんせん乗ってる人がなさすぎて、そうなんですよ。その前にノーマルで乗ってないから分からないっていう。もうノーマルでほぼ乗ってない。納車して1週間乗ったかなっていうか、そのまま交換、そのままもう交換です。いやーこれは驚いた。びっくりした。これ全然違うじゃんっていう感じ、違いますね。ちゃんと進化してくれてましたね。いや進化しすぎでしょこれ偽りワーゲンじゃなくなりましたね。偽りワーゲンじゃない、ちゃんとランエボみたいな感じだこれ、面白さは増しました。ワゴンでこんだけ曲がってくれて俺優秀だと思いますけど。そうですよ。あとびっくりなのはこれ1600キロに感じない。そうですね。全く感じない。あとなんか馬力を聞くとなんか大したことねえだろうと思うんですけど、意外とそんな感じしないです。逆に踏みちぎれる。NA ベースって感じのエンジンですね。そうですね。ターボに耐えてる感じがあんまないんだけど、下もトルクがあるからな。あんまりターボラグも感じないですし。そうですね。サーキットは明らかに十分ですよね。そうですね。あとねこのエンジンのいいのは上が垂れない。そうですね。それがなんせ気持ちいい。あとオイルクーラーも追加してあるんで、それもでかいですね。いや楽しい。こういう車って結局ねどんくさいのかなって、みんなそういうイメージあるじゃないですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。